こんにちは、笠原です。ブレンダーでできること100選ということで、今日は100個ブレンダーでできることを紹介してみようと思います。いやー、ブレンダーってほんといいソフトですよね。ほんと無料とは思えないですよね。結構いただくコメントの中にも、これから CG を始めようと思うんだけど、どんなソフトを選んだらいいかとか、ブレンダーって何ができるソフトなのとか、そんな疑問をお持ちの方が多かったんですよね。確かにブレンダーはできることがたくさんあるので、昔の自分もそう思ってました。今日はそんな疑問をお持ちの方に向けた動画なので、これを見てもらえれば、ブレンダーってこういうことができるんだなっていう全体像がわかると思います。では早速いってみましょう。はい、まず100個紹介する前に、ブレンダーがどういったソフトなのか軽く紹介していきますね。CG は大きく特化型と統合型の2種類に分けられるんですが、特化型はある一つのジャンルに特化したソフトですね。例えばスカルプトといって粘土をこねるようにオブジェクトの形を作っていくソフトだったり、例えばテクスチャを作るのに特化したソフトだったり、こういうのを特化型ソフトって言います。対して統合型ソフトというのは、こういったたくさんのことができるソフトのことを言います。ブレンダーもこの統合型ソフトのことですね。統合型というだけあってできることもたくさんあるので、正直100個だと収まりきらないと思いますが、厳選して実用的なものから紹介していこうと思います。ちなみになるべくジャンルごとにまとめて紹介していきますね。はい、ちょっと前置きが長くなってしまったんですが、それではブレンダーでできること100選いってみましょう。モデリング。まずはモデリングから。ポリゴンモデリング。物の形を作っていく作業をモデリングって言うんですが、ポリゴンモデリングはその代表格になります。こんな感じで頂点、エッジ、面を操作して形状を作っていきます。スプラインモデリング。曲線を使って形状を作っていく手法ですね。滑らかな曲線が得意なので、こういった花瓶とか缶など作るのに向いてます。後から修正しやすいのもいいところですね。スカルプトモデリング。デジタル粘土を彫刻するような感覚で細部まで細かくモデリングしていける手法ですね。キャラクターや生き物のモデリングによく使われますね。ブーリアンモデリング。2つ以上の形状を組み合わせて新しい形状を作っていく手法ですね。こういった感じでオブジェクトを合体させたり、引き算みたいにくり抜いたりもできます。テクスチャモデリング。色や質感を与えるために使われるのがテクスチャって言うんですが、テクスチャモデリングはその 2D の画像を使って凹凸などを作る手法になります。このグランドキャニオンもこのテクスチャモデリングで作ったものです。大規模な景色だったり複雑な形状を作るのに向いてますね。テキスト作成。ブレンダー内でテキストを作成することができます。もちろん立体にしたり角を丸くするベベルなんかも簡単にできます。フォントも自由に選べて気軽に文字が作れるのはいいですよね。ミラーモデリング。左右対称なオブジェクトを作るときに重宝する機能ですね。キャラクターとか車とか左右どちらかを編集すると反対側も同じ形状になってくれる便利な機能です。シェーディング。物の色とか質感だったりを設定することをシェーディングって言うんですが、ここではそのシェーディングで何ができるのかを紹介します。PBR マテリアル。ちょっと難しい言葉が出てきましたが、PBR はフィジカリーベースドレンダリングの略で、要は物理的に正しい現実世界に沿った質感の設定ができることなんですね。ブレンダーのいいところは、この PBR をシンプルで分かりやすい設定にしてくれているところですね。シェーダーノード。こんな感じのツリー状につながっているものをノードって言うんですが、色や質感だったりの編集を視覚的に分かりやすくするものですね。パッと見少し難しそうですが、そんなことは全然なくて、慣れると本当に便利で分かりやすいです。シェーダープリセット。例えばガラスとか光沢があるものとか、あと発光するものとか、ブレンダーにはあらかじめいくつか用意されたプリセットがあります。至れり尽くせりですね。テクスチャリング。基本的に 2D の画像を 3D のモデルに貼り付けることをテクスチャリングって言うんですが、ブレンダーにも他のソフト同様に一通りの機能が備わってます。紹介していきますね。画像テクスチャリング。Photoshop で自分で作った画像だったり、ダウンロードしてきた画像などを読み込んで、
オブジェクトに貼り付けることができます。プロシージャルテクスチャリング。画像を手作業で作成するのではなく、ブレンダー内の数学的な数値から生成するテクスチャのことですね。テクスチャのサイズを気にすることなく、無限に繰り返すことができるのがいいところですね。こういったグランドキャニオン風の地形を作るときなんかにも使えますね。タイリング、繰り返し。2D のテクスチャを繰り返し複製することをタイリングって言うんですが、1枚の画像だとカバーしきれない広い地形などを作るときなんかに使ったりしますね。バンプマッピング。3D モデルの表面に微妙な凹凸を追加するためのテクニックですね。モデルのポリゴン数を増やさずに複雑な形状を表現できます。ディスプレイスメントマッピング。これもバンプマッピングと似てるんですが、3D モデルの表面に凹凸を追加するためのテクニックですね。バンプマッピングは実際のオブジェクトの形状は変えないんですが、このディスプレイスメントマッピングは実際の形状を変えるので、少し計算が重くなる傾向にあります。ちょっと難しいですね。割愛します。テクスチャペイント。直接手書きのテクスチャを書くことですね。こんな感じでモデルの模様だったりを直感的に書くことができます。UV マッピング。3D モデルの表面に 2D テクスチャを正確に適用するための手法のことですね。2D 画像をそのまま貼り付けるだけだとずれてしまったりして思うように貼り付けられないので、この UV マッピングが必要になってきます。UV アンラップ。3D モデルの表面を 2D 平面に展開するプロセスのことですね。UV エディタ。UV アンラップした 2D のイメージを編集する画面になります。こんな感じでテクスチャを編集することができます。プロジェクションマッピング。イベントで建物などに映像を貼り付けて放映することをプロジェクションマッピングって言うんですが、ブレンダーでもこのプロジェクションマッピングをシミュレーションすることができます。ライティング。ライティングは皆さん想像しやすいと思いますが、オブジェクトを照らす照明のことですね。ブレンダーはライティングがとても充実しているので、どんなものがあるのか見ていってみましょう。ポイントライト。点光源とも言われるんですが、ある一点から光を放つことですね。実際の世界と同じで、オブジェクトから離れれば離れるほど光は弱まります。スポットライト。これもある一点から光を放つんですが、特定の方向に向けて照らす機能です。ステージのライトなんかを想像するとわかりやすいですね。エリアライト。これは面光源とも言われていて、光源が面になっています。自然な柔らかい影を作りたい時なんかに役立ちますね。サンライト。読んで字のごとくなんですが、太陽の光をシミュレートするライティングですね。ブレンダーのサンライトは素晴らしくて、設定するだけでお昼とか夕方とかも簡単に表現できます。HDRI ライティング。HDR 画像といって光の情報をたくさん持っている360度の画像を使ってライティングする手法になります。フリーのものもたくさんあるので、これだけで屋外や室内のライティングを簡単に表現できます。ボリューメトリングライティング。例えば煙や霧を通過するときに光が拡散するんですが、こんな感じでブレンダーだと神秘的な感じの表現が簡単にできます。ライトリンク。特定のライトが特定のオブジェクトのみに影響を与えるように設定する機能のことですね。これによってシーン内の特定の要素に対する照明を細かく制御することができます。ちなみにこのライトリンクの機能はこれからのブレンダーのバージョンアップで対応するみたいです。リギング。リギングは 3D モデルに動きを作り出すためのプロセスですね。自分で作ったキャラクターもブレンダーならリギングで動かすことができます。どんなことができるのか見ていってみましょう。ボーン設定。人間や動物の骨格みたいにボーンと呼ばれる骨を設定していってキャラクターを動かす準備をしていきます。スキンウェイト。スキンウェイトはボーンが 3D モデルの特定の部分にどれだけの影響を及ぼすかを設定することです。こんな感じで赤い部分がボーンと連動して動くように設定していきます。IK、インバースキネマティクス。ある一点のボーンを動かすと、それに連動されたボーンも一緒に動く設定ですね。尻尾とか手を動かすのに便利な機能です。メカニカルリギング。
例えばこういった車の自然な挙動も表現できたりします。ちなみにこれは有料のアドオンですね。アニメーション。ブレンダーのアニメーションの機能は本当に強力で、しかもシンプルでわかりやすいので、とってもおすすめです。どんな感じか見ていってみましょう。キーフレームアニメーション。これはアニメーションの基本になる考えですね。ある一点の時間から一点の時間までキーというものを打って数値を制御してオブジェクトを動かすことを言います。ブレンダーはこのキーを簡単に動かしたりできるのでとても便利です。パスアニメーション。パスと言われる線を描いてそれに沿ってオブジェクトを移動させることができます。いろいろな場面で使えますが、例えばこんな感じでカメラをリンクしてカメラアニメーションを作ったりもできます。グラフエディター。アニメーションを視覚的に分かりやすくしたのがグラフエディターで、こんな感じでアニメーションのカーブを簡単に編集できます。ちなみに自分はブレンダーのグラフエディターは使いやすくて本当に好きです。ドープシート。アニメーションのキーフレームを一覧表示して編集するためのエディターです。時間軸に沿ってキーフレームを配置してアニメーションのタイミングと速度を調整できます。シェイプキー。3D モデルの形状を保存してアニメーションで切り替える機能です。表情や特定の動きを作り出すのによく使われます。こんな感じでキャラクターを喋らすのにも使えます。ドライバー。ある一つのパラメータの数値を変えると他のパラメータも一緒に変わる機能です。こういった蝶々の動きなんかもこのドライバーを使うと簡単に制御できたりします。アフターエフェクツでいうところのエクスプレッションに似てますね。コンストレイント。パスアニメーションとちょっと似てるんですが、オブジェクトの動きを制御するための機能です。例えばこんな感じで特定のオブジェクトを動かしても中心を見続けるなんてこともできたりします。モーションキャプチャーのインポート、エクスポート。人の動きをキャプチャーしたデータを 3D キャラクターに適用することができます。例えばこういった動きを読み込んだり、他のソフトで扱えるように書き出したりもできます。オーディオ波形アニメーション。オーディオ信号の波形を分析して、そのデータをアニメーションに適用することができます。例えばこういったオーディオビジュアライザーだったり、キャラクターを喋らすときにも使えます。パーティクルシステム。たくさんのオブジェクトを配置するときに便利なのが、このパーティクルシステムですね。ブレンダーのパーティクルは本当にサクサク動いて、一通りのことができるので、とっても便利だと思います。どんなことができるのか見ていってみましょう。エミッターパーティクル。パーティクルの基本的な考え方で、あるオブジェクトからたくさんの要素を発生させることを言います。こんな感じで雪だったり、桜吹雪、炎なんかも表現できます。ヘアパーティクル。これはオブジェクトから毛や草などの要素を生成するための機能ですね。こんな感じでライオンの毛を作れたり、草を生やしたりもできます。最近ブレンダーはこの機能がパワーアップしてより使いやすくなりましたね。フィールド。フィールドはパーティクルにいろいろな影響を与えるための機能です。例えば自然界の風とか渦巻きとかパーティクルの動きに自然なバリエーションを加えることができます。衝突。衝突機能はパーティクルが他のオブジェクトに影響を受けて反発したりそれを避けたりなどできる機能ですね。シミュレーション。次にシミュレーションですね。ブレンダーでは物理的な現象を再現できるんですが、いろいろなものをシミュレーションできます。それぞれ見ていきましょう。煙のシミュレーション。ブレンダーはクイックエフェクトという機能があって、こんな感じで煙も数クリックで簡単に再現することができます。炎のシミュレーション。この焚き火もシミュレーションの機能を使って作ったものですね。こんな感じのリアルな焚き火も比較的簡単に作れます。流体シミュレーション。水やその他の流体の動きをシミュレートできる機能です。これは噴水を作った時のものですが、だんだん下に水が流れていくという自然な動きも表現できます。クロスシミュレーション。布や服などの物理的な動きをシミュレートする機能ですね。布以外にもこういった感じでチーズがとろける表現なんかもできたりします。粉砕シミュレーション。物体が破壊される瞬間をリアルに表現できる手法になります。こんな感じで物体を破壊するのも簡単にできます。
爆発シミュレーション、煙や炎の応用編で爆発や火花、衝撃波なども作れます。ブレンダーのシミュレーションは本当に充実してますよね。カメラ。次はカメラについて紹介していきます。ブレンダーのカメラは現実の世界にとても忠実で、操作パネルもシンプルなので、とっても使いやすいと思ってます。どんな機能があるのか見ていってみましょう。透視投影。透視投影はデジタル一眼レフみたいな現実のカメラを忠実に再現したものになります。もちろん焦点距離だったり、レンズのミリ数も自由に変えられます。平行投影。対して平行投影はこんな感じで 3D 空間を 2D の見た目にする手法になります。これを見てもらえると分かりやすいと思いますが、こっちが透視投影で、こっちが平行投影ですね。道路の道幅を見てみると、透視投影だと奥に行けば行くほど道幅が狭くなってますが、平行投影だと道幅が全部一緒ですよね。遠近感がなくなるので、こういったポップな世界観によく合う手法だと思います。パノラマ上。現実の世界だと360度カメラというのがあるんですが、このパノラマ上はそれと同じことを再現できるものになります。この画像はパノラマ上で書き出した画像になるんですが、HDRI みたいに360度を映したものですね。なのでこの機能で HDRI の画像も作れますし、Google マップみたいな背景として使うことができます。被写界深度。デジタル一眼レフなどで撮影すると背景がボケますよね。ブレンダーのカメラはそういった被写界深度でボケる表現も再現できます。特定のオブジェクトだけにピンを合わせたりもできるので CG ならではの機能ですよね。モーションブラー。動きのあるオブジェクトにブレを表現することをモーションブラーって言います。このモーションブラーを取り入れることによって CG っぽさがなくなってより実写っぽい表現になるんですね。ブレンダーのモーションブラーは綺麗で、しかも計算も早いのでとってもおすすめです。カメラの切り替え。ブレンダーはシーンの中にたくさんカメラを配置することができて、なおかつカメラを自由に切り替えられるんですよね。なのでこういったドラマ性のあるカット割りも簡単に作ることができます。モーショントラッキング。次にモーショントラッキングという機能について紹介していきます。実写の映像の物の動きだったり、カメラの動きなどを解析することをモーショントラッキングって言うんですが、ブレンダーのモーショントラッキングは本当に優れてるんですよね。モーショントラッキング専用のソフトっていうのもあるんですが、それと肩を並べる性能を持ってると思います。どんな感じか見ていきましょう。映像素材をモーショントラッキング。これは先ほどお話しした映像素材を実際にモーショントラッキングしているところですね。もうね、何より解析が早いです。あと映像素材によってはトラッキング取りづらいものもあったりするんですが、ブレンダーはそんな素材も結構正確に解析してくれたりします。3D カメラの作成。モーショントラッキングで解析したデータをもとに 3D カメラを作成することができます。これは撮影時のカメラの動きをブレンダー内で全く同じものを再現できる機能です。すごいですよね。マッチムーブ。3D カメラを作成できると、例えばこういったキャラクターなんかも本当にそこにいるかのように合成できます。これをマッチムーブと言います。もうね、ぴったり来た時は本当に楽しいです。モディファイアエフェクト。次はモディファイアエフェクトですね。ブレンダーにはあらかじめオブジェクトを変形させたり便利なエフェクトが入っていて、それをモディファイアエフェクトって言います。全部で50個以上あるので、今回はその中から使用頻度の高い代表的なものをいくつか紹介していきます。配列。オブジェクトを増やすエフェクトですね。こんな感じでオブジェクトを等間隔で並べることができます。結構いろんな場面で使えます。ベベル。オブジェクトのエッジを滑らかにできる機能です。滑らかにしたい場面って結構あるので便利ですね。デシメート。ポリゴン数を減らしてくれる効果になります。例えばすごいポリゴン数が多いモデルデータをもらってしまったんだけど、引きでしか使わないんだよなーっていう場合なんかにポリゴン数を減らして軽くするときに役立ちますね。ミラー。モデリングのところでも少し触れましたが、片方だけ作れば反対側も同じ形状にできる機能ですね。キャラクターを作るときとかによく使います。スクリュー。
こういった感じで選択したオブジェクトを回転させて複製します。ソリッド化。オブジェクトに厚みを追加するときに使います。やっぱり 3D なので厚みをつけたいシーンは結構出てきますよね。サブディビジョンサーフェス。メッシュの面を細かくできる効果になります。滑らかな形状にできるので、これもよく使いますね。ワイヤーフレーム。オブジェクトを簡単にワイヤーフレーム化できます。こんな感じでワイヤーの太さも簡単に変えられるので重宝しますね。シュリンクラップ。一つのメッシュを他のメッシュに貼り付けることができます。こういったラベルを貼るときなんかに有効ですね。シンプル変形。これは名前の通りシンプルに曲げたり伸ばしたりできるエフェクトになります。これは結構便利でよく使ってます。三角面化。メッシュのすべてのポリゴンを三角形に分割します。自分もそこまで詳しくないんですが、ゲームエンジンへのエクスポートや 3D プリントをする際に役立つみたいです。波。オブジェクトにこんな感じで波のような効果を与えられます。ちょっと飛び道具的な機能ですね。レンダリング。ブレンダーで作った CG を書き出す作業をレンダリングって言うんですが、このレンダリングの機能は使いやすさだったり完成度だったりがソフトによって結構違ってくるんですよね。ブレンダーのレンダリングの機能はとってもシンプルでわかりやすくて、仕上がりも有料のソフトウェアと同じような品質になってます。そんなね、素晴らしいレンダリングの機能を紹介していきますね。EB レンダリング。これはリアルタイムレンダリングエンジンで非常に高速にプレビューしてくれます。こんなにサクサク動いてくれるんだって最初はすごい驚きましたね。サイクルスレンダリング。対してこのサイクルスレンダリングは時間はかかりますが、現実の世界に忠実なとっても綺麗な絵を描画できます。最近このサイクルスはバージョンアップでとっても速くなったので、とても使いやすくなりました。プレビューレンダリング。本番のレンダリングの前に軽くアニメーションの確認のためにレンダリングしたい時って結構あるんですよね。ブレンダーはこのプレビュー用のレンダリングが本当に優れてます。様々なタイプのプレビューを簡単に作ることができて、自分はブレンダーを使う理由の一つがこれでもあります。ワイヤーフレームレンダリング。モディファイアのところでも少しお話ししたんですが、レンダリングの機能側でもこういった感じでワイヤーフレームで書き出すことができます。セルルック。アニメーションやイラストチックな平面的なこういった表現ができます。レンダーパス。レンダリングをした後に後処理をするときにいろいろな素材を書き出しておくと便利なんですね。ブレンダーはこのレンダーパスの機能もついてます。プレビューの速さ。ブレンダーはレンダープレビューというボタンがあって、これを有効にしておくとほぼ完成形を見ながら作業できるんですね。他のソフトでもこういった機能がありますが、ブレンダーはシンプルで速いのがとってもいいところだと思います。コンポジティング。レンダリングした後の画像をより見栄えのいいものにしていく作業のことをコンポジティングって言います。アフターエフェクツなんかはそれに特化したソフトなんですが、ブレンダーでもある程度のことができます。これも全部紹介はしきれないので、代表的なものを紹介していきますね。クロマキー合成。グリーンバックなど特定の色を透明にして背景と合成する機能ですね。ブレンダーにもこの機能がついてます。グレア、グロー。光の強い部分にぼんやりとした輝きを与えるエフェクトのことになります。こういった星型の光なんかも足すことができます。カラーコレクション。色や明るさなどを調整して最終的な雰囲気を調整していく機能になります。レンズ歪み。現実世界のカメラのようなレンズの歪みを表現できます。こういった感じで色周差って言うんですが、実際のカメラっぽい雰囲気を足すことができます。ぼかし。これはその名の通り映像をぼかすことができます。リアルタイムビューポートコンポジター。ブレンダーでは最近強化された機能なんですが、レンダープレビューの作業画面でこのコンポジティングをプレビューすることができます。まだね、ちょっと完璧な機能ではないんですが、それでもこれはかなりゲームチェンジャー並みな機能だと思ってます。ファイル出力、インポート、エクスポート。ブレンダーでレンダリングした画像や映像は書き出す作業が必要になってくるんですが、その書き出し周りの機能を紹介していきます。各種画像形式にファイル出力。
例えば JPEG や PNG、MP4 など様々な形式でレンダリングした画像を保存することができます。これは CG ソフトでは当たり前ですね。各種形式をインポート。画像ファイル以外にも、例えばモーションキャプチャ専用の形式だったり、イラストレーターから書き出された形式を読み込むことができます。読み込める形式の種類もブレンダーはとても豊富だと思います。各種形式をエクスポート。逆にそういった様々な形式を他のソフトに渡すために書き出すことももちろんできます。スクリプト、カスタマイズ。ブレンダーは Python というプログラミング言語で作られているんですが、自分たち使う側もその Python を使ってブレンダーに指示を出すことができます。なんだか難しいようにも感じますが、簡単なことならできてしまうので、どんなものがあるのか見ていってみましょう。Python 言語を使ったプログラミング。これはプログラミングの知識が少し必要になるかもですが、今なら ChatGPT など AI の技術があるので、全然プログラミングがわからない方でも、ChatGPT にお願いしたものをブレンダーに貼り付けて実行するだけで簡単に指示が出せます。これから AI も発達していくので、こういった使い方も楽しくなっていきそうですね。画面のカスタマイズ。ブレンダーの作業画面は自由に変えることができます。他のソフトでもある程度こういったことができるんですが、ブレンダーは本当に簡単にすぐカスタマイズができるので、とっても便利ですね。その他。はい。一通りジャンルに分けて紹介してきたんですが、ジャンルに収まりきらなかったものがあるので、いくつか紹介していきますね。全然おまけというわけではなくて、すごい便利な機能もあるので、最後までぜひ見ていってください。動画編集。実はブレンダーは CG ソフトなんですが、動画編集もできます。簡単な動画編集ならブレンダーだけでできてしまうんですね。いやーすごいですね。ジオメトリノード。次はジオメトリノードですね。これは実際にジオメトリノードを使っている画面なんですが、こんな感じでノードを使って大量のオブジェクトを作成したり操作する機能のことです。これ本当に便利で自分は大好きな機能です。複雑な形状だったりエフェクトもパソコンへの負荷が比較的軽いのもいいポイントだと思います。一度ノードを組んでしまえば他のオブジェクトに簡単に置き換えたりできるのもいいところですよね。スピーカー。作業画面にスピーカーを配置できるんですが、これを使うと BGM に合わせて CG 制作することができます。タイミングや雰囲気を確認しながら作業できるのはいいですよね。アウトライナー。画面の右上にファイルを管理するアウトライナーというものがあるんですが、ブレンダーのこの管理画面はとても洗練されていて使いやすいです。やっぱりたくさんオブジェクトがあるときにファイル管理は重要になってきますからね。アセットブラウザー。これはモデリングだったりアニメーション、テクスチャなどを視覚的にわかりやすく管理できる画面になります。自分はまだあまり使ったことがないので、これから勉強したい機能ですね。2D 画像のレタッチング。ブレンダーはブラシを用いた描画やマスクの作成などができます。でも Photoshop とかには及ばないので、細かいことをやりたいときは専用のソフトを使った方がいいかもですね。グリースペンシル。ブレンダー内でお絵描きができる機能になります。お絵描きといっても使い方次第ではこういった素晴らしい作品を作っている方もいらっしゃいますね。アノテート。日本語訳すると注釈という意味ですが、要は落書きができます。メモ代わりにも使えるんですが、こういったオブジェクトを粉砕したいときにどうやってオブジェクトをバラバラにするかというガイドにも使えたりします。AR。スマホなどをかざすとオブジェクトが出てくる拡張現実のことですね。ブレンダーを使えばこういった AR 用のオブジェクトも作ることができます。VR。専用のゴーグルなどをかけて楽しむ VR ですが、ブレンダーでも VR 用のオブジェクトを作ることができます。VR を作るためのアンリアルエンジン用のファイルも作ることができますね。クイクセルブリッジとの連携。これは個人的によく使っている CG のライブラリなんですが、高品質な素材が全て無料で使えるんですね。ブレンダーとの相性も良くて、少し設定をしてあげれば簡単にブレンダーと連携することができます。アドオン。最後に紹介するのはアドオンですね。簡単に言うと追加機能なんですが、世の中にはブレンダー用のアドオンがもうすごいたくさんあります。
無料だったり有料だったり本当様々です。このブレンダーマーケットとかでたくさん販売されてますが、例えばあんなことしたいなと思ったら、だいたいこのアドオンで解決できることが多いです。価格もリーズナブルなものが多いので、よかったらチェックしてみてください。はい、足早に100個紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。今日紹介したものがもちろん全てではないですが、主要な機能をなるべく簡潔にまとめてみました。自分は今メインでブレンダーを使っているんですが、今に至るまでいろいろな CG ソフトを渡り歩いてきたんですよね。正直最初は無料のソフトだからといってブレンダーを甘く見ていたんですが、使い始めると本当にどのソフトよりも使いやすくてびっくりしたのを覚えてます。もちろんね、個人の意見なので参考程度にはしてもらいたいんですが、自分はブレンダーのファンなので、今日はね、この良さを少しでもお伝えできればなと思いました。はい、この動画がお役に立てれば嬉しいです。このチャンネルでは CG 制作のお役立ち情報を発信しています。この動画が少しでも役に立ったなって思ってもらえたら、ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今年から YouTube を始めましたが、まさかこんなにたくさんの方に見ていただけるとは思ってもいませんでした。これからもなるべくお役に立てる情報を発信していくので、どうぞこれからもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。